はいどうも、今回はですね、私たちは北海道札幌市の方に来ておりましてですね、シェルの方をね紹介したいなと思っております。ヤドキャリーというシェルを作ってる会社さんにやってまいりましたんで、早速ねシェルの方を紹介させていただきたいなと思います。はい、ということでですね、このヤドキャリーの、制作をされている代表の、香川さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、このヤドキャリーのコンセプト、方は何でしょうか。まず FRP で作ってるんで、できるだけ軽く作りたいっていうところで、FRP にスタイロフォームだとかを貼って、作っています。ですからすごく軽量にできてると思います。なるほど。で FRP なんでカクカクしてない。丸みのある。空気抵抗なんかも一応考えて作ってあるんで、軽くてすごく走りやすいっていうことですよね。確かにシェルってなんか結構やっぱ木とか木かアルミかのアルミベースとかいうイメージがあるよね。直角になっちゃうじゃないですか。そうですね、そうなんですよね。それが少しでも丸くできるっていうのが FRP すごい。FRP って珍しいなね、レアよね。そうなんですよ。じゃあ早速ね、ちょっと外見の方から紹介させていただきたいと思います。はい、ということでですね、外見ぐるっとね見ていただいたんですけれども、ベース車の方はこれハイゼットではあるんですけど、うちは基本的に上は上、車両は車両で販売してますので、なるほど。この車が良くてシェルはこっちにすると、こう組み合わせはいくらでも変えられるようにしています。なるほど。じゃあ結構もう組み合わせ自由ということですね。ただこれはたまたまシルバーのハイゼットがあったので、じゃあ上もシルバーにしてみようっていうことでセットで作ったんですけど、基本的には上と下はバラバラで考えてます。なるほど。っていうことはシェルのカラーは選べると。そうですね。ご希望の色に塗装するっていうことですよね。これも塗装、そっか FRP ですもんね。塗装ということで、何色から選ぶとかっていうスタイルではないんですね。基本はメタリックとか使っちゃうとちょっと高くつなるんで、ソリッドっていうか単色の色でっていうことになっちゃいますけど、お金を出せば別にそういうメタリック系を好きな色にできるってすごいね。この辺のグラフィックもうちでデザインして作ってるんで、打ち合わせしながらこういう風にしたいとかいう風にしたいとかっていうことがあれば、すごいですね。おしゃれ。かっこいいよね。おしゃれ。もともとあれですよね。その看板を制作されてる会社さんでシェルを作るという感じ。ですからデザインだとかこういうことは一番得意なことなんですよね。最高や。一番もっとこでもやですね。向いてるやつや。一番気になるここですね。今なんか見えてるんよね。見えてるところがシェルにはちょっと珍しいパターンの。これトランクになってまして、開けるとここに中に入れたくないものを入れられる。例えば濡れたものだとか汚いものだとかっていうのをこの中に入れて、できるだけ室内に入れなくてもいいように収納できるっていうことですね。なるほど。外から出し入れができるというスペースでございますね。ゴミとか入れたくないもんね。そうなんよ。これ鍵もついてるんですか？鍵もついてます。安心や。ギア入れても大丈夫。そうやね、そうやね。あと今脱着はこういうもので簡単にここにフックがついてて、こうガチャンって止めると、そういうこと。すごいです。これめっちゃいいですね。そうですよね。はできるだけがっちり簡単にこれをだから読んだりつけてそうって感じですね。こんなんやったらだってめっちゃ軽いですもんね。女性でもいけそうな。すごいなこれ。すごいわ。初めて見たこのパターンね。ボディがこのちょっと煽りの分ここわかるかな。出てるんですね。そうですね。ギリギリまで広くっていうことですよね。すごい。なかなか細かいあれですね。デザインですね。これが大変なんですよ。作るの。窓ですね。窓はこれ普通のキャンピングカーの窓なんで。アクリル窓ですかね。そうですね。網戸にもなるし、ブラインドも入れるやつです。なるほど。こう出てくるやつですね。そうです。こういうタイプの。なるほど。やっぱこうね、さっきもちょっとお話ししてた時にあったんですけど、やっぱ北海道とかこういう寒い地域はなるべくねこう窓をちっちゃくしないと。窓からの冷気はすごいんよ。そういうねやっぱねこのなんていう地域ならではの。冬乗らないという方であれば、もっと大きい窓つけることももちろんできるので。窓の大きさは変えれるんです。そうですね。極端な話、極端ですよ。こんなも可能ってことですか。いや可能です。そうなんです。これはすごいね。ただね、どうしても中の2段にするための針というか、ここに1本骨が入ってるんで、ここに窓は難しい。なるほど。こうかこうか。そこに干渉しなければ。そうですね。
丸い窓にもできますし。かわいい絶対。曲線ね、このバンク部分とかね。これはやっぱ木とかで作ってるのはやっぱ絶対出せないからね。木今度負けないです。そう。この丸みはね。すごいですよ。FRP なんでね、どこに窓つけてもいいし、どうにでもできるんですよね。骨がないんで基本的には。それめっちゃメリットですね。で内装でどうしても棚をつけたいとかっていうために中に骨が入ってるようなもので、なるほど。好きに DIY とかそうですできるようにっていうところで、なるほど。反対側はでも同じ感じやね。好きな場所に窓つけれて。そうですね。っていう感じですね。はい。後ろでございます。はい。これ結構入り口大きい。はい。これも FRP で作ってる型から出してるドアなんで。FRP を型に入れて作るっていうのを知らんかった。初めてね。そうなんです。開かないように。これもいろいろ苦労して。でかいとバーンって開いちゃうもんね。そう窓じゃないと。そうなんですよ。じゃあせっかくなんで中の方紹介していただきたいなと思います。改めまして中の方、紹介していただきたいなと思います。ここにもポータブルバッテリーの入力があって、こういうポータブルバッテリーをここにつなぐと100ボルトが供給される。ということは電源はこの車の場合はポータブル電源を使って、そうです。ポータブル電源がさっきの外部の100ボルトの入力かっていうことになります。なるほどなるほど。これサブバッテリー積みたいって言われたら。もちろんつけることもできます。なるほど。電気関係はソーラーつけたいとか走行充電したいって言われればできます。ただ走行充電ってなるとこれやっぱり取り外すっていうことになるんですかね。その配線関係がね、ワンクッションありますね。絶対にお願いされればもちろんできますけど、あまりおすすめはしない。シェル製作されてる方、走行充電はっていう人はやっぱやっぱお客さんが一手間せなあかん。そうで、あとやっぱり重くなるっていうことがね、サブバッテリー。そうですね。シェルはね、重量命やから。でサブバッテリーから供給されて、一応この中のポンプが動くので、水道もこれでポンプのスイッチです。なるほど。ここには水がそういうことですよね。入っとるわけですね。給排水のタンクがギャレー付きでございます。入り口の電気はこれですかね。ちょっとこだわりの。いいですね。いいですね。なんかスペーシーですね。この雰囲気になってる。換気扇が一応ここについていて、夜若干しけったりするのも換気扇で取れると。僕ちょっと気になったんですが、これブレーカーですか？ブレーカーです。普通の家庭用のこれブレーカーつけてるんですけど、すごいですね。外部用の100ボルトのブレーカーと内側のブレーカーで分けてる。キャンピングカーとかで手元になんかパチパチするやつが、その代わりがこれっていう形ですね。なるほどなるほど。なんかいいですね、家庭的で。そうです。ブレーカーやから。とりあえず電源の供給がこのぐらいなんで、そんなにお金かけてやることもないかな。なるほど。で窓は普通のキャンピングカー用のものでパコンと開くやつですね。で上から網戸が降りてきて、下からなるほど。ドライの柱。でこれが収納ができる。なるほどなるほど。結構収納入りかなますね。りの収納が入ると思います。テーブルになるっていうのがいいですね。この辺は引き出しのすごい収納が出てて、この辺にキャンプ道具が入ってる。これちゃんと走っとっても飛び出てこないし、一応マグネットすごい。下も収納ですね、普通。大容量ですね。大容量で、この中も全部収納になってるんで、すごいすごい。物は全部しまえます。でそっちが今座ってらっしゃる方が外からの。そうです。外からの収納になってるんで。でも中からも。そうですね。本当はここにボックスが入って外用になるほどなるほど閉じ込められちゃうんですけど、今はないので。なるほど。どっちからでもいける。そうです。できるという。なるほど。あと別途展開はこれを上げるだけで。これめちゃくちゃいいですね。そうなんです。足が出てくるけど。もう足がこれ出てくるんで、これが終わり。すごいな。簡単。これもほら見て足が出てくるんで。いやすごいわ。しまう時もこれこの足が滑り台になってて、自動で上にこう上がってくるんですか？滑っていくんです。なんで？
あ、すげえ。すごい。これもちょっと苦肉の策というかいや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 、すごいですよ。できるだけ中に入ってる荷物に邪魔にならないように折りたたむさ。なるほどね。これいいですね。これいいですよね。めんどくさくなるの嫌。そうなんですよ。わかります。なんかをのけてとかずらしてそう結構大変。そうなんですよね。荷物いっぱいある中ずらしてずらして。まあ、香川さん自身もね、ご自身で結構車中泊とかそうなんですされてるみたいで、やっぱこの一手間二手間が面倒くさいとはいいうところで、多分そういうところはね、もう熟知してはると思うんですよ。上が結構広いですね。これで寝られるんで。なるほど。はい。ここにもでは荷物置けますよね。そうなんです。こうね、動かんように。そう。あ、これいい。上一人下一人は全然余裕ですね。もちろんね、上二人もいけそうだし。これ長さはどれぐらいありますか？上は190センチぐらい。おお。大体みんな寝る。横はまあこの分を省いても1メーターぐらいですかね。もうちょいあるかもね。そう。バンクのところだけ壁紙違いますよね。バンクって一番結露しやすい。そうただこれはスポンジなんで、結露はしない。いいですね。僕ら失敗しましたそこ。紙の壁紙なんでめちゃくちゃもう結露どころか。壁がそうですよね。そうなんですよ。やっぱ上にねやっぱ熱ってたまるから。そうですよね。ほんまに大変です。これだからいいなと。だから僕結露のこととかもやっぱ考えてこういう。結露めちゃくちゃ僕も考えました。やっぱ寒いところに住んではるから余計ですよね。ちなみにこの中の壁紙とか床とかは、これもなんていうんですかね、結構自由な感じでは。そうですね。いける感じなんですか？これも僕らも看板屋なんでシートを貼ってるんですよ。カタログの中から色選んでもらって、無限に選べる。なるほど。傷つきにくいですし。いいですね。で実はですね、この車両だけじゃなくて、ちょっといろんなアレンジの中があるっていうところで、ちょっと別のもいろんなレイアウトができるっていう。少しちょっと見ていただきたいなと思います。はい。続きましてこの車両でございますね。これが最初に作られたやつですね。なるほど。でご自身で使用されてる。一番最初に僕がちょっと DIY で1年前に作ってみて、1年間使ってみて、ここがこうだなとかああだなとかいろいろ考えて、でさっきのものとかになってるんですけど、これがもう最初の原点。なるほど。ちょっと拝見させていただきますね。結構あれね、シンプルで。なるほど。椅子はベッド展開しないタイプですか？それはですね、引き出していただくと、このになってる。なるほどなるほど。これをこう乗っけて、3つともこうなる。でもさっきのはこれを持ってくるっていうのがなかった。そうやね。一手間なくなってる。すごい。これも面倒くさいからもう引っ張るだけでベッドになるっていうのをいろいろ考えて。なるほどね。下は基本的には収納って感じですね。あとにバンクで、これはちょっと照明のあれがね、スイッチがいつもの前のと違う。これ上に屋根があり、天窓が。寝ながら月が見れたら素敵だなと思って。めっちゃいい。天窓をつけてみた。すごいです。今回窓はあれですね。僕たちと同じようなそうです。一番最初そのキャンピングカーの入手ルート、部品の入手ルートがわからなかったですね。なるほど。天窓いいね。なかなかないもんね。めっちゃいい。結構天井に穴開けたくないっていうそうやっぱね多いんですけど、漏れるとかそういうのが。僕も最初ビビりながら。今のところ1年経っても大丈夫。すごい。じゃあ大丈夫です。展開の感じはほぼ一緒ですね。なるほど。ただこれも板端から端までで、さっきは途中までだったじゃないですか。端から端までにするとやっぱ板が重くなるんですよ。で展開するのが結構大変になるんで、次からはちょっと短く収められるように。なるほど。これを経て、こういろいろアレンジが。これも外はこれで可愛いよね。ヤドカリ。これキャリーやからね、宿を運ぶっていうことですよね、言うたら。これが新作ですか？これが一番新しい。一番新しいやつですね。すごいなんかちょっとウッドな。そうです。スキーでバンライフ感。すげえおしゃれ。でもさ、これドア後ろ広いからさ、バンまではいかへんけど、いわゆるバンライフっていう感じがあるよね。今。これいいな。リモコン照明。ちょっとハイテクになってますね。すごいすごい。明るさ調整とかもできるので。
はあ。で棚とかはあって一緒で、はい。でバンク部分も最初に見たやつと同じタイプのやつですね。はい。これはちょっと圧迫感がないように、できるだけ広く使えるようにっていうところで、なるほど。はい。このベッド展開はさっきとちょっと違っていて、これですね。今度これ引き出しになってるんですよ。おお。でこれが台になってベッドになる。これも楽ですね。はい。大概。そうなんです。荷物入れがこんな感じ。はあ。でこの蓋を開けると荷物をどん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 。なんかいろいろ考えられてますね。レイアウトもめっちゃ自由よね。そうやね。はい。木だとね、冬雪国だとあったかい感じはちょっとしますね。確かにしますね。まあこれはほんまあくまでもまあ一例って感じで、まあいろんなねレイアウトができると思うんで。ただここまでしたいって言ったらやってもらえるわけですもんね。この辺の家具も全部うちの会社で作ってるんで、家具の職人さんがちゃんといて。色だとかその用途に合わせて中に入れる家具も作れる。なるほど。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あと大きさですね。大きさは肩があるから、はい、基本的にはこのサイズなんですね。そうです。肩から起こすんで、形だけはこれは変えられないんですよね。で、今新しい形、ジャンボ用だとかっていう形もこれから作っていくので、なるほど。それに合わせてまた型の種類が増えていくと。順次増えていくと。なるほど。ドアもそうですね。そうですね。ただでも横につけたりとかも可能っていう。ドアの形は決まってますけど、取り付け位置は自由に。なるほど。あとは重量、まあ中に積載するものだとか、こういう板を張るだとか張らないだとかで変わってくるんですけど、大体平均して230キロから260キロ。ああ、なるほど。もう含めて。あ、めっちゃ軽いな。軽い。あと気になるお値段の方は金額ももちろん仕様によって違うんですけど、一番ノーマルというかベーシックのプランっていうのがあって、一番安いプランで別で98万円、込みにすると107万のプランかな、そのぐらいですね。でそれには窓もこのタイプの窓がついていて、テーブルも椅子もちゃんとついた状態でそのぐらい。あとはそこお好みで完全自分で DIY したいみたいな感じで、何もなしとかそういうの壁まであるぐらい。実はね、一番そのお問い合わせが多いんです。あ、そうなんですね。はい、自分で作りたいから空でいいっていう、そういうタイプの方は80万円台から提供できると。なるほど。わかります。FRP のシェルっていうのはほんまに僕多分これ初めて見たぐらいですね。見たことないです、あんまり。やっぱり一体成形っていうのがないと。そうなんですよね。雨でね漏れるとかっていう心配もないし、これはだいぶ強みやなっていう気がします。あとさっきちらっとあったんですけど、軽トラと別々っていう話だったんですけど、軽トラ持ってへんから買いたいっていう場合はもちろんうちでも中古車の仕入れができるので、軽トラックを仕入れて、本当はもうちょっと在庫普段あるんですけど、ちょっと売れちゃってない今ないんですけど、そういうふうに軽トラックは軽トラックで順次うちにも在庫置いてありますので、心配ないね。キャリーがいいとかハイゼットがいいとかいうご希望に合わせてご用意することはできます。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後にですね、ちょっと気になる納期の方、教えていただけたらなと。今であれば1ヶ月半で。早っ。めっちゃ早いですね。でも型があるんで、やっぱ型からなるほどなるほど。ただこれが注文がバーッと入ってきたりすると1ヶ月になったり2ヶ月半になったりはすると思いますが、ただそんなに今世間一般で1年待ちとかっていう状態にはならない。もうでも買い時ですね。そう。1ヶ月半でキャンピングカーが手に入る。しかもこの金額っていうところで。自由やしね。お問い合わせは今いっぱいいただいてはいるので早めに。そうですね。ちなみにこれ今年の6月。そうです。6月から事業として始めてるって感じですかね。すごいですよね。いやなんか僕らもこうやってね取材させてもらえてありがたいなと思います。ほんまにこういうの広めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいやいや。ヤドキャリーさんもねYouTube されてまして、一応ねいやいや香川さんが自分で運転してキャンプ行ったりとか。そうですね。作ってる動画とかねいっぱい上げていきたいんですけど、いいですね。なかなかね時間が取れなくて。使ってるところ見れるっていいよね。そうなんですよ。そうなんですよ。使ってるところを見たいっていう人が結構多いと思うんで。
もしねそのヤドキャリーを使っているところ気になる方がいれば、YouTube の方、見てそうですね見ていただければなと思います。はい。香川さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。